皆さんこんにちは。中の人の父親は被爆者であり、僕自身被爆2世として生活しております。直接的な影響はありませんが、現在ステージ4の末期がん患者でもあります。普段は懐かしのゲームや音源など語っておりますが、残された時間も少ないこと。父は故郷長崎で被爆者として子どもたちに核兵器の悲惨さの語り部を行っております。もう高齢なのでいつまでできるか分かりません。そして被爆者はあと十数年でいなくなるでしょう。僕自身の役割として少しでも核兵器はあかんということをお伝えできればと考えております。今回は3つの章で作られております。1、核兵器の開発と人体への影響。2、あまりに無力な防護と生存。3、長崎での出来事。それでは始めます。兵器の開発と人体への影響。この話はそんなに遠くない昔に長崎で起こった物語です。まずは長崎の歴史を簡単におさらいします。旧石器時代、平戸市入り口遺跡で10万年前の土層から旧石器が見つかり、古くから人が居住していた可能性が考えられます。奈良、平安時代、小野妹子などの遣隋使や遣唐使は長崎を経由し朝鮮半島や中国に渡っていた。万葉集には関連した歌が多く残された。長崎は古くから外国の窓口として栄えた美しい町です。太平洋戦争、時は過ぎ、昭和初めの日本は天候不良で作物もできず、景気が悪く仕事がない人が溢れていました。日本は新しい土地と資源を求め中国へ軍を進めました。さらに勢力を広げるため中国と戦争になり、長引くと資源を求めて東南アジアや太平洋の島々へと進出しました。日本の動きを止めようとアメリカは日本への石油の輸出を禁止。追い詰められた日本は太平洋戦争を開戦しました。1941年12月、1945年8月まで4年弱続きました。結果日本は多くの犠牲の上敗戦しました。核とは何か、核兵器とは何か簡単におさらいします。核分裂のエネルギーをゆっくり取り出すのが原子力発電であり、一気に解き放つのが原子力爆弾です。長崎の原子爆弾の威力はプルトニウム239を利用して TNT 火薬換算で2万2000トンです。学校で習う熱エネルギーでは88兆ジュール、スマートフォンのバッテリー110億台分のエネルギーです。100人が20年で使うすべての電気消費量が一瞬で解き放たれたことになります。それでも実際消失した物質はわずか 0.95g です。いかに物質が多くのエネルギーを持つことがわかります。水爆とは、現在は原子力爆弾の数千倍の威力を持つ水爆が開発されています。仮に東京で爆発すると首都機能は壊滅します。関西地区でも同様の被害が出ます。実際の核実験ではその衝撃波は地球を3周しました。莫大なエネルギーの影響は口述しますが、従来兵器と最も異なるのが放射線による影響です。エネルギーの内訳はこのようになります。爆風 50%、熱線 35%、放射線 15%。放射線は熱も爆風もなく全く体感することはなく、 DNA を破壊します。広島長崎では直接的放射線の崩壊はいわゆる爆発後黒い雨が降り多くの影響を与えました。放射線は自然界にもあり、年間 2.1 ミリシーベルト1人当たり受けています。現在国の避難基準が年間20ミリシーベルトです。広島原爆投下の1時間後は1時間当たり15ミリシーベルトと極めて高い値になっていました。原爆投下の翌日に救護や家族を探すために少なくとも1万8000人が爆心地に行き、残留放射線を浴びました。東海村 JCO 臨海事故。1990年茨城県で発生した JCO 臨海事故では35歳の従業員の大内さんは17シーベルト、1万7000ミリシーベルトも被爆しました。 DNA は破壊され、当日は見た目は軽い日焼け程度でしたが、細胞が復活することもなく83日の地に亡くなりました。衝撃的なので映像を出すのは避けますが、最後は悲惨そのものでした。マンハッタン計画とは、第二次世界大戦中、ナチスドイツなどの一部数軸国の原子爆弾開発に焦ったアメリカを中心に実施した計画です。1945年
上初の核実験トリニティが実施されました。人類最初の原子爆弾は後に長崎に投下された原子爆弾ファットマンが同様の構造をしていました。開発者であるオッペンハイマーは広島長崎の惨状を見てようやく自らの罪の大きさに気がつきました。荒野での実験と広島長崎での惨状を結びつけることができなかったと言われています。原爆の影響は直接的になくなった影響、被爆後長期にわたって後遺症に苦しめられたこと、同じ日本人なのに差別に苦しんだこと、多くの影響を残しました。あまりに無力な防護と生存。1980年前後冷戦下においてイギリスが発行したのが防護と生存プロテクト&サバイブです。核兵器による攻撃が現実的となった時に国民にこうすべきと記した冊子です。風が吹く時の映画で主人公が参考にした本としても有名です。その対応策は現実的でないことは明確であり、風が吹く時の最後も冊子に従ったのですが悲惨な結末となってます。そもそも核戦争が世界規模で発生すると人類に未来はありません。同冊子は反面教師として核兵器の恐ろしさをある意味表現した冊子となります。そして同冊子の対策は現在否定されています。結論から言いますと、近くで核攻撃があり、その瞬間怪我がない限りは爆心地から可能な限り逃げるしかありません。しかし日本は災害大国です。災害に備える備蓄という点では多少役に立つでしょう。一部を抜粋して紹介します。1、核爆発は水素爆弾や原子爆弾などの兵器によって引き起こされます。核爆発は通常の爆発と似ていますが、その威力は数倍です。核爆発は非常に強い熱と爆風を引き起こします。また、致命的な粉塵の雲を発生させ、それがゆっくりと地面に落ちていきます。これが放射性降下物と呼ばれるものです。これらが2つの危険です。まず、熱と爆風、そしてそれに続くのが放射性降下物です。熱と爆風は非常に激しいため、爆発から最大5マイル、8km 以内の建物を破壊したり、死に至らしめたりする可能性があります。放射性降下物は爆発によって地面から吸い上げられた粉塵です。これは非常に危険です。空高く舞い上がり、風によって何百キロも運ばれてから地面に落ちます。省略。3、省略。4、核爆発による最も広範囲にわたる危険は放射性降下物です。放射性降下物は爆発によって地面から吸い上げられた塵です。放射性降下物は死をもたらす可能性があります。風によって遠くまで運ばれるため、最終的にはどこにでも落ちます。したがって、国内ではどこよりも安全な場所はありません。田舎でも同じようにリスクは大きいです。最も安全な場所がどこになるかは誰にもわかりません。したがって、自分の住んでいる地域でも他の場所と同じです。実際、自宅はあなたが知っている場所であり、あなたが知られている場所なのです。したがって、今いる場所に留まってください。家を離れる場合、地元の当局がホームレスの家族のためにその家を引き継ぐ場合があります。また、引っ越した場合、新しい場所の当局は食料、宿泊施設、その他の必需品の援助は行いません。自分の家にいる方が良いでしょう。そこに留まってください。補足、この家に留まるという考えは難民によるパニックを抑えるための考えであり、現代では否定されています。5、省略。6、省略。7、省略。8、最近私たちがあなたに与えてきたアドバイスに従っているなら、あなたはすでに核シェルターを選び、内部の避難所の材料を集めているでしょう。今こそ空襲が起こった場合に備えて、あなたとあなたの家族のために全てを準備する時です。これは戦争が必ず起こるという意味ではありませんが、そのリスクがあり、私たち全員がそれに備えなければなりません。
だから時間を無駄にしないでください。今すぐ始めてください。皆さんの参考になるよう、放射性降下物避難室と屋内避難所の選び方についてもう一度おさらいしましょう。まず、放射性降下物避難室を選びます。これは、家の中で放射性降下物からできるだけ身を守れる部屋でなければなりません。外壁や屋根から最も遠い部屋、または外壁が最も少ない部屋が最も安全です。どの部屋を選ぶにしても、家の中や家の周りの放射性粉塵から遠ざかるほど安全になるということを覚えておいてください。したがって、家の中で最も安全な場所は1階または地下です。アパートの建物が5階以上ある場合は、最上階2階に避難しないでください。下の階、1階、または地下に避難してください。中央の廊下は十分な保護を提供します。バンガローや同様の1階建ての家に住んでいる場合は、あまり保護されません。代わりの手段がない場合は、屋根や外壁から最も遠い空間である最も安全な場所を選択してください。さて、あなたの内部避難所について思い出してください。私たちは、あなたの放射能避難室はあなたの家の中で最も安全な場所であるべきだとあなたに言いました。しかし、それでも十分に安全ではない場合があります。特に、放射線の危険が重大になる可能性がある攻撃の地の最初の2日間と2晩はそうです。したがって、あなたは放射能避難室の中に内部避難所、つまり攻撃の最悪期にあなたをより保護するための強化されたエリアが必要です。内部避難所は、放射線に耐えるために高密度の材料で厚く裏打ちし、可能であれば外壁から離してください。さて、その建設についてです。内壁に木材を立てかけて傾斜した小屋を作り、蝶つがいから外した板やドアを使用します。このように木材の再編を床に釘付けにして、壁から滑り落ちないようにします。高密度の材料で覆い、滑らないようにロープで囲みます。開いた端を部分的に閉じて、このように避難所への出入りが容易になるようにします。避難所に適したもう一つの場所は、階段の下の戸棚です。このように階段と側面を補強します。階段が外壁にある場合は、土や砂の入った容器を積み上げて、放射線に耐えられるように壁を厚くしてください。あなたとあなたの家族が十分に避難できるほど大きなテーブルがあれば、それを使ってください。側面を重い家具や本や砂の箱で頑丈にしてください。上部を丈夫な板やドアで補強し、密度の高い素材で覆います。そして、核攻撃からあなたの家と家族をできるだけ安全にするために、すぐに始めてください。今すぐ、放射能の部屋と避難所で始めてください。放射能の部屋の上の床を厚くしてください。窓、ドア、ホール、通路を塞いでください。放射能の部屋が壁に面している場合は、外壁を厚くしてください。これらすべてがあなたの命を救うことができます。今すぐ始めてください。窓、ドア、ホール、通路を塞いでください。補足、このような対応策ではあまりにも核の脅威には無力である。9. 放射性降下物は危険な放射線を発するだけです。それは見えず、感じられません。匂いもありません。放射性降下物の届く範囲に長時間いる人は、病気になったり死んだりする可能性があります。したがって、安全になるまで放射性降下物から離れていなければなりません。これは、最大14日間放射性降下物部屋に留まることを意味する場合があります。今から必要なものをすべて保管して、この事態に備えてください。放射性降下物部屋に置くか、手の届きやすい近くに積み上げておいてください。以下は、必要となる最も重要なもののリストです。飲料水、主に食料、携帯ラジオと予備の電池、缶切り、栓抜き、食器類、温かい衣類。以下は、放射性降下物部屋での生活をはるかに快適にするいくつかのもののリストです。寝具、寝袋、携帯ストーブと燃料、お湯を沸かしたり調理したりするためのポータブルストーブ、予備の電球と電池を備えたトーチ、ろうそく、マッチ、テーブルと椅子、トイレ用品、石鹸、トイレットペーパー、着替え、救急箱、家庭用医薬品、処方薬、
皿や食器を拭くための乾いた砂の箱、布またはティッシュ、伝言用のノートと鉛筆、ブラシ、シャベル、掃除用具、ゴム手袋またはプラスチック手袋、子供用のおもちゃ、時間を潰すための本や雑誌、時計とカレンダー。最後に小冊子を忘れないでください。保護して生き延びてください。この小冊子には家と家族をできるだけ安全にする方法が書かれています。今お話ししたすべてのアイテムがこの小冊子に記載されています。ここで補足である。核攻撃は電磁パルスを発生させる EMP 攻撃と呼ばれ、すべての精密機器を故障させることができる。ラジオも使えなくなる可能性がある。仮に首都圏上空で EMP 攻撃を行われた場合、首都圏のすべての電子機器が止まる。その影響は計り知れない。省略11。攻撃後約14日間は自宅にとどまらなければならない場合がありますので、家族のために十分な水と食料を備蓄してください。水は食料よりも生命に不可欠です。十分な水や液体があれば、少量の食料で長期間生き延びることができます。どのくらいの量で十分でしょうか？そうですね、1人当たり1日 1.2 リットル程度飲む必要があります。したがって、14日間で1人当たり16リットルあれば十分です。しかし、できればこの量を2倍にしてください。そうすれば、顔や手を洗うのに少し手間が省けます。飲料水は放射能対策室に保管してください。汚れが入らないように、キャップ付きのプラスチック容器か、蓋付きのボトルや瓶に保管してください。残りはやかんに入れて保管してください。洗面器や浴槽にも、フルーツジュースの缶もいくつか取っておくようにしましょう。さて、食料です。14日間全員分を備蓄しましょう。温かいものは調理できないかもしれないので、冷たくても食べられて腐らない食品を買ってください。食品はしっかりと包装されているか、缶詰のものを買いましょう。ところで、缶切りと栓抜きを忘れないでください。同じものばかりで飽きないように、できるだけ様々な種類の食品を買うのがベストです。肉、野菜、果物、缶詰または粉ミルク、赤ちゃんや病人用の特別食を備蓄しましょう。砂糖やジャム、ビスケットなどの甘いものも必要です。食品は避難所に持っていくまで涼しく乾燥した場所に保管しましょう。すぐに腐ってしまう食品は最初に食べるようにしましょう。すべてを節約して持ちこたえられるようにしましょう。12、省略13、省略14。内部避難所に身を隠した場合は、完全に安全になるまで外に出てはいけません。放射性降下物がひどい場合は、かなり長い間避難所にいることになるかもしれません。放射性降下物の危険性は時間が経つにつれてだんだん少なくなりますが、それがどれほどひどいかは自分で判断することはできません。ラジオでアドバイスが伝えられるので、聞き続けてください。ラジオでのアドバイスやその他の指示やニュースは、周囲の人々から切り離されている間、あなたにとって非常に重要になります。ですから、ラジオが正常に機能していることを確認してください。予備のラジオがある場合は、放射性降下物対策室に保管してください。ラジオは電池式でなければなりません。停電する可能性があるためです。予備の電池を用意してください。15、放射性降下物の警報が出たら、内なる避難所に身を隠すように勧められています。最初の2日間は放射性降下物が最悪になるため、最も危険な時期になります。ですから、その期間中は、どんなに窮屈で不快でも、内部避難所にずっと留まることが最善です。しかし、トイレに行くため、または水や食料を補給するために避難所から出なければならない場合は、必要以上に長く外にいないでください。いずれにしても、放射性降下物の部屋から外に出ないでください。
2日後には放射性降下物の危険性は少なくなりますが、それでも命を落とす可能性があります。そのため、内部の避難所に長くいるほど、生存する可能性が高くなります。放射性降下物部屋の中で動き回るのはかなり安全かもしれませんが、ラジオが知らせてくれるまで家の外に出るのは絶対に安全ではありません。そのため、アドバイスを得るためにラジオを聞き続けてください。最初はトイレの汚物やゴミを処分するために、家の外に短時間出られる時が伝えられます。その後、放射性降下物の危険性がなくなり始めると、より長い時間外にいられるようになります。まだ放射性降下物の粉塵が大量に残っている可能性があります。そのため、家の中に持ち込まないように注意し、外出用に別のブーツや丈夫な靴を用意してください。家に入る前に靴を脱いで、靴底も洗うか拭いてください。外にいるときはゴム手袋を着用するのも良いでしょう。できるだけ清潔に保ってください。若い人たちはできるだけ屋内に留まってください。実際、状況が改善するまでは、30歳以上の人だけが屋外で働く方がはるかに賢明です。さて、以前の章でお伝えしたいくつかのことを思い出してください。放射性降下物は、目に見えず、感じられず、匂いもしませんが、人を殺す可能性があります。外には危険がありますので、外に出ないでください。外に出ても安全だと告げられるまで、放射性降下物の部屋に留まってください。16、省略、17、省略、18。空襲の後、水道の蛇口が空になったり、放射性降下物で汚染された水が飲めないほど危険になったりするかもしれません。ですから、あなたの命はあなたが蓄えているものに完全に左右されるかもしれません。容器に蓋をして清潔に保ってください。主な用途は飲料水ですが、控えめに使用してください。1人当たり1日あたり少なくとも 1.2 リットルは備蓄しておくべきです。洗濯やその他のことに水を無駄にしないでください。どうしても調理に水を使う必要がある場合は、できるだけ少量にしてください。鍋に水を入れて缶詰を温める場合は、水を捨てないでください。何度も使用できます。ところで、温める前に缶の口をこすってください。汚れたナイフやフォークは、水がまだ熱いうちに鍋に浸してください。水は命です。溜めておいてください。省略、19、20。攻撃が終了し、警報が鳴ったら、病気や怪我をした人を治療するための手配をできるだけ早く行います。ラジオを聞いてください。何をすべきか、いつすべきか、どのようにすべきかが詳しく伝えられます。放射能対策室にいる間に誰かが亡くなった場合は、遺体を家の中の別の部屋に移動してください。遺体に名前と住所を記入し、ポリエチレン、紙、シーツ、毛布などでできるだけしっかりと覆います。大いに2枚目のカードを結びつけます。ラジオでは、遺体を埋葬のために運び出す方法についてアドバイスします。ただし、遺体を家の中に5日以上置いていて、外に出ても安全であれば、当面は塹壕に埋めるか、土で覆い、埋葬場所をマークしてください。40年前、冷戦の中イギリス政府が真面目に考えて国民に配布した冊子がこちらである。そこには実際の原爆を体験した者からは現実的でない対処法が記載されている。それほど核兵器の前に人類は無力なのだ。再度になるが、この家に留まる方法は現在否定されている。しかし、日本はあらゆる災害に備える必要がある。備蓄については参考になるだろう。これらの動画が役に立たないことを願う。3、長崎での出来事。さて、これから一人の少女の物語をお話しします。私の名前は渡辺千恵子。
当時16歳の女学生。私も学徒動員として三菱電機の工場で働いていました。その日8月9日午前11時少し前、仕事の打ち合わせがあって友達と2人別の建物にいる上司を訪ねました。その上司を窓越しに見た瞬間、原子爆弾が炸裂しました。どのくらい時間が経ったのか、兄をしきりに呼んでいる自分の声にふっと正気ついたのです。私はすぐに立ち上がろうとしたのですが、ところが私は鉄骨に挟まれて体は襟のように曲がっていて、頭と足がぴったりとくっついていたのです。私は歩くことはおろか、立つことも座ることもできない体になっていたのです。お医者さんは首を横に振ったのです。これは助からない。治療法もないと言って。私はただ油屋町の自宅で薄い布団で死を待つだけの状態で寝かされていたのです。やがて放射能の影響でしょうか。1週間、2週間経つうちに、腰や足の肉が腐り始めたのです。大きいところでは私の手のひらが入るくらいみるみる腐っていくんです。骨まで見えてきたんです。母は沸騰した湯にカミソリをつけて消毒し、それで腐った肉を削ぎ取ってくれるんです。その肉の腐っていく速さ、そして硬さ、かなり力を入れてバリバリ音を立てながら削ったんです。おまけに被爆後続いていた38度前後の熱がずっと下がらず、猛烈な下痢に襲われ食事も喉を通らなくなったのです。私は骨と皮に痩せ細っても痰を切る気力も力もなくなって何度も生死の境をさまよっていたんです。しかし母や兄弟たちの必死の努力で私はどうにか命をつなぐことができたんです。私たちの時代は戦時中はもんぺだったし、戦後私はパジャマしか着たことがなかったんです。娘盛りの私がそんな状態にあったことで、母は随分気を使ってくれました。でも私はほんの些細なことに腹を立てたり、子供のようにすねては食事を取らなかったりして母を困らせたのです。こんなこともありました。窓越しに私と同じ17、8の着飾った娘たちが見えました。私は寝たきりパジャマのまま、母の心のこもった手縫いのブラウスを、歪んだ心で、こんなもんいらん、と叩きつけました。その後、母さんごめんね、つぶやきました。親子共に背中で泣いていました。被爆から10年目の1955年6月、突然原爆乙女被爆者4人の訪問を受け、それがきっかけとなって私の家が集会所になって定期的に集まったのですが、そこで広島で第1回原水爆禁止世界大会が開かれるニュースが飛び込んできました。私たちは苦労の末、2人の被爆者を広島へ派遣することができ、初めて被爆者の代表が世界に向けて訴えたのです。本当に短い訴えでしたが、全国から被爆者を派遣してほしいという要請が来るようになり、被爆者が被爆の現実を語っていくようになりました。こうして第2回世界大会が長崎で迎えることになったのですが、その時に被爆者の代表として、私に発言してほしいという要請を受けたのです。でもその時の私は被爆体験を語るということは全く考えていませんでした。他の人は語っても私は語れないと、障害の身を多くの前にさらすなどお受けするか随分悩んだんです。眠れずなかなか結論が出なかったんですけど、その時母が私にお受けするように積極的に勧めてくれたんです。千恵子、お前はあの日から立つこともできず、娘盛りの日々を笑うこともなく生きる望みをなくし過ごしてきたけれど、そんな千恵子の言葉を待つ人がいる。語りなさい。ためらいを捨てて、苦しみの日々を千恵子の胸のすべてを、心を開いて。衰弱した私の体では今語らなければ、語る機会はないかもしれない。そう決心し母に抱かれて被爆後11年目にして3000人という大勢の前で訴えることになったのです。その時の喜びは生涯忘れることはできないですね。それまで私の中にあったひねくれも虚無も絶望も、どこかに逃げ出してしまって、私はその時初めて自分の生きがいを見出すことができたんです。その後私は車椅子の生活に入ったんです。でもそのために車椅子に座れるように32年間の寝たきりの生活の中で萎縮してしまっていた足を曲げるために、両足のアキレス腱を切り脊髄の歪みを整形するために32針も縫う大手術をしなければならなかったのです。でも私にとっては自分の意思で車椅子を動かせる喜びの方が大きかったんです。車椅子のおかげで私は自立することができたし、母の晩年には私が母を介護することができたんです。そして32年間やりたくてもやれなかった平和の旅に出かけることができるようになったのです。私は旅先でまた長崎でいろんな方々に被爆の体験を話すのですが、後日長崎で見たことや感想文やお手紙をいただくんです。その内容はただかわいそうとか頑張ってくださいとかではなく、大人になったら反核平和の行動ができる人間になりたいとか積極的な感想が多いんです。最後に、
元ビートルズであるジョン・レノンのイマジンにこんな歌詞があります。彼は戦争のない世界を求めました。それでも戦争は世界で続いています。土地、宗教の問題があるので戦争を完全になくすことに懐疑的な人もいます。国際法において民間人攻撃は禁止事項。次の世代でも世界唯一の被爆国である日本は核兵器廃絶を訴え続けてほしい。今回の動画はここで終わりです。次回からいつもの動画に戻ります。また次回動画でお会いしましょう。